た。いよいよ我がキャンパスフェスティバルの最大の呼び物、ミスカントリーサイドコンテストのはここで決めてるよ。このミスカントリーサイドコンテストは我が校のみならず事前から何迷ってんだよ。僕はあんたのクイーンに小遣い全部をかけたんだから。この場には最終賭けの対象になるならこんなの着ないわ。お、美しい足。フェアチャイルド。ほれ。機械化のあなたにそんなに慣れ慣れしくされることはないでしょ。あ、セシー、こっちに上がってくれよ。私は賭けの対象じゃないわ。ノミネートされてんだぞ。セシリーなしでやっちゃえ。セシリー、軍の方でしょう。何やってんです。ありがとうさんで。振動あった？演習なんてやっていませんよ。港の様子を見てきます。本当なのか？敵だって。軍エリアだ。今時敵なんているんですからしいんですって。セシリー、待っていた時が来たようだぞ。あの噂は本当だったのか。だと思います。クロスボーンヴァンガードなんて海賊の名前だぞ。反乱行為であることは間違いありません。それに退避だ。反乱軍は万全の用意をしてきたんだろう。抵抗は無理だよ。今年度のミスカントリーサイドのクイーンはセシリー・フェアチャイルド。私だってこんなのじゃカントリーサイドじゃないし。いいんだよ、美人なら。なんだっていいの。うるせえ語学か。黙れ。今のはリズの兄貴だろ。知らない。そういう方の投票があるから私の立場では辞退するしか。チームなんか関係ねえぞ。どこにモビルスーツ。に走るんだよ。伏せろ。死んじゃってるよこの子さ。ドロシー、立って。ここはこっちへ入れてよ。悪いけどここはいっぱいなんだ。無事に帰るわ。セシリー、緊急退避号へ。ドワイト・カムリです。カムリ副司令官を。息子ですよ。回線が切れた。戦争らしいが本当かね。お兄ちゃんサバイバルケースをね。ああ。ママのいるスペースコロニーは大丈夫なのかしら。テレビ全然ダメだ。ほら、何やってんの。はい。そんなのいい。立って。
ママのドレスを着たからこんなことになったのよ。パパもパパだわ。ママに捨てられたくせに今でも未練を持っているなんて。あんたたち、てめえら何やってんだよ。燃えちゃうよ。誰か来た。ベルト、ママは風が出ている。いないんだよ。隣のブロックへ行こうぜ。セシリー、アーサー。おう、そっちでいいのかよ。ドラシー、そっちはモビルスーツが飛んでるぞ。泣くんじゃないの。スペースコロニーのどこかに穴が開いたんじゃないのかな。そうかもな。リア、ママはすぐに見つけるから。一体どこの軍隊なの？来たわ。下だ。こんなところに。連邦軍は戦場を広げているぜ。まるでど素人じゃねえか。ドワイト、お前の親父みたいな軍人だからサム、東、寄せるぞ。パパはまだ逃げ出したりしてないよ。ドワイト、来い。すまない。こっちはダメだ。ドワイト、ここかよ。この通りのはずだ。本当だな。パパから聞いたんだから間違いないよ。こっちだな。そうだってよ。だってここは博物館だぜ。本当かよ。そのロビーの中にあるんだよ。開かないぞ。だから誰も来やしないんだ。ほら、僕の記憶は間違いないよ。敵が来る。リズ、下がれ。サムも。戦車、モビルスーツだ。ここを動くなよ。おっと、ここは甘く見るなよ、謎の軍隊め。こっちだ。ドワイト、どけ。ロイ戦争博物館の館長ロイ・ユングがこの防衛を請け負う。なんてものが出てきたんだ。あの武器マニアのロイ将軍か。引っ込ませろ。また来た。こりゃモビルスーツが変形した。旧式のタンクだ。子供たちを頼む。外が気になるんだ。ドロシここがシェルターだぞ。ー、シェルターには別回線の電話があったよね。ああ、軍と連絡が取れるかもしれないな。東、アーサー、何してんだ。俺、戦わざる者は死があるのみ。サム、それ本物か。しゃ、この戦車で国会議事堂を取り戻しに行くんだってよ。これは10年以上前の変形モビルスーツだぞ。アノー君、外壁の24番桟橋って知ってる？ああ、何言ってるの。軍の船が避難民を待ってるって。軍のトップが逃げ出しているのか。そうみたい。クイス前進だ。このスペースコロニーフロンティア4を守らんと博物館の資金をもらうところがなくなるぞ。小僧たち、ランチャーは分かったか？はい、トップカバーのとこでしょう。やめなさい。死にに行くの。シェルターに入るんだ。
逆に戦うべきだ。なんで閉まらないんだよ。議事堂が見える。正面上だ、ローバー。上にいたけどどうしたんだ。将軍はどうしたんだ。すいません。シェルターが使えないんだよ。ロイ将軍、使えないの？逃げなかったのかよ。アーサーは忘れて。でもシェルターからスペースコロニーの外壁の通路に降りられるのに。ロイ将軍ってやつはシェルターの対飛行を潰してたんだよ。備え付けのノーマルスーツも酸素も食料もないんだ。おいおい、アーサーおい、何してるんだよこんなところで。おいこら、冗談やってる時じゃないだろ。アーサー、目を開けてくれ。お前みたいのがいないとみんなが困るだろ。やめなよ、もう楽にさせてやんなきゃ。だってよ、アーサーなんだぜ。東君、あの戦車で逃げるって。シーブックが。あの君、みんな行くわよ。行けよ。妹さんもいるのよ。あなた。分かっているよ、分かって。でも何なんだよこれは。軍隊が2つでドンパチやってさ、大人の都合だけで殺されてたまるか。何やってんだ。ミルクだよ。シーブ君、速度速くないか。アクセルがちゃんと戻らないんだ。連邦軍だ。お前たち通れないんですか。ちょうどいい、こいつらを使い。戦いたければ俺たちに協力しろ。僕らは24桟橋に行きたいだけなんです。おい、なんだってんだよ。何を。ここで敵を抑えなきゃならんのだ。みんな交代するぞ。子供を盾にすれば敵は攻撃してくないんだ。阻止しろ。お兄ちゃん。子供を盾にするだと本当か。子供を叩き出せ。来るなよ。やめろ。抵抗するが捕獲しろ。そんなつもりなんかないんだよ。足を破壊すればいい。じゃあ今の声は。耳を塞げよ。やるのか。どこへ逃げるつもりなんだ。父さん、24桟橋に船が残っているんだ。次の角を左へ行け。おじさん。すまない。これだけかサム君。アーサーがやられちまって。耳鳴り。いつまでも泣いてんじゃないの。ミゲル、ほら。ミネラルウォーターにコンデンスミルクだからな。ほら、乳首じゃないけどね。おっぱいを飲んでる子がいるのか。右のガンポットは使えるな。多分そこ左だ。お母さんが残してくれたこれが鳴っているみたい。シーブック、通れて。みんな捕まれ。このエレベーターは動きそうだよ。動くか。あ、
サム君、ノーマルスーツはないのだろう。サバイバルケースの酸素マスクが少し。ドロシーの親父さんは桟橋に降りているの？電話した時はまだ情報局にいたわ。東君、ここに予備のノーマルスーツはないの？このエレベーターは車両用のやつですからね。そう。桟橋にあるはずですよ。耳鳴りが小さくなった。父さん、外はどうだったの？クロスボーンヴァンガードとかいう軍隊。戦艦も接近しているという話だったな。今からどこに行くの？船なんてとっくに出ちまったぞ。おじさん、もう一回下だ。スペースボートの一隻ぐらいはあるはずだ。行くのか？やめようぜ。なんでだよ。ミノフスキー粒子のおかげでセシリーを捕まえるのに手間取ったな。お偉いさんたちはさっさと逃げちまったんだぞ。隣のフロンティア3にでも逃げるか。なんだよ。やむを得んな。民間人は将来の戦力になるからな。しかしミス野艦隊もさっきでした。わかるが、必死で逃げる奴は怖いものだ。助かるためにはどんな無茶でもやるからな。さらに警戒しつつ捜索は続ける。どうだ？どこに行くんだよ？エレベーターの方の爆発が気にならないの？サム、親父の方をせかしてくれよ。ああ、僕も行くよ。いいわよ。急がせるんだぞ。分かってる。泣かすなよ。やってるところでしょ。東、出るのかよ。場合によってはね、外が面倒らしい。座っていれば怖いことなんてないんだから終わったよ。ありがとう。ドワイト、できるのかよ。こんなもの自動車と同じだろ。冗談じゃないぜ。俺たちは一度は実習をやってるけどさ、まだハッチ開けられないの？どうしちゃったんだろう。なんだろう。あ？左の前に接触回線のスイッチあるだろお肌の触れ合い回線ね。電源は切れてるが、手動であのデッキのハッチは開けることができる。おじさんはどうするんですか？全員を乗り込ませろ。ああ、すぐに出られるからな。なぜです？分かっているはずだ。知りません。セシリがなんだ？行くな。もう友達のことは忘れろ。何やってんだ。今度銃を撃ったら撃つぞ。黙れ。親子の問題に口出しするな。親が子供に銃を向けるのか。うるさい。行くんじゃない。なぜです？あなたは私の友達を撃ったのよ。母さんのイヤリングを持たせた意味を考えてくれ。今日は特別の日なんだ。シーブック。セシリー、ダメだ。ダメなんだ。来るな。どれの様か。予定通りの行動ではなかったな。シオ・フェアチャイルド。は
その少女が妹だな。恐れることはない。お兄様直々にお出迎えくださっての里帰りじゃないか。里帰りですって。なぜです？ロナ家にあなたが必要になったのでしょう。自分はおじい様の命令を実行しているだけです。私をおじい様？まだ安心できる状態ではない。急ぎなさい。ドレルロナか？はい。でも母さんの許可を得なければ。何を言うか。そこの塩があなたの母上を逃がしてしまったおかげで未だに行方知れずでありましょう。あなたの母上を探すためにもクロスボーンヴァンガードに合流される方が賢明でしょう。そのための里帰り。落ち着きましたらばお目文字が叶いましょうか。ロナ家は育ての親の恩を忘れるようなことはせん。お兄ちゃん、大丈夫？リーズ、ハサミと消毒液ね。何やってんの？みんな座んだよ。サム、親父は？ハッチを開く方に回ってくれたよ。そうか。みんなシートベルトをしなさい。東、おじさんは見えるな。ああ、任せてよ。すぐに開くぞ、東君。はい、どうぞ。ハッチ上げます。早いんだよ。ちゃんとやっていいんだよ。おじさん。静かにやってよ。我慢して。やっているよ。見ろ、俺たちの町が反対に燃えているぞ。高度 6000 メートルからじゃ何も分かんないけど、あの煙の筋はコロニーに穴が開いてるんじゃないのか。コロニーの穴だ。やられているのか。もう自殺はしないと言ってもそこにいるのか？はい。ベラロナ様をお父上とおじい様にお引き合わせするまでは。私はセシリー・フェアチャイルドです。ベラロナではありません。ですが、あなた様はコスモ貴族主義を唱えられているロナ家のご長女でございます。下々の私どもに貸し付かれるのにも慣れていただく、これも高貴なお生まれの方の義務でございます。義務？はい。これに着替えるのか？はい。分かった。自分でやります。いえ、お手伝いさせていただきます。こちらへ。まだ秋も半ばだというのに。はい。我が軍の空襲のために気象コンピューターの調子が良くないというデマがございまして。デマではないよ。
るで悲しみのかけらだわ。街を閉ざすガラス色の雪、明日を探す瞳さえも曇らせてゆくの。闇の彼方見知らぬ力に流されて、心がどこかへはぐれてく。張り裂けそうな胸の奥で鼓動だけが確かに生きている。光る風の中聞こえてくるあなたの声。 Pray don't break up is forever。 その輝きを信じてる。おお、ご無事でベラ様。お里帰り本当におめでとうございます。そんなあなただから母にまで愛想を尽かされたのだと気づかないのですか。せざるを得なかったのですよ。せざるを。私を連れた母と駆け落ちまでした男が。ベラロナ様、どうぞ。お父上様がお待ちでございます。外の戦いは見た通りだ。まだ落ち着いてはいないが、よく来て。ベラ、この声に覚えはあろう。私だ、カロッゾだ。ならそのマスクをお取りください。私は妻をあの潮に寝取られた情けない男だ。その上マイツァおじい様の理想を実現させてあげることも誓った身でもある。その時以来、私は脆弱な自分との戦いを始めたことでこのような姿になった。そのおっしゃりよう、その頑固さは間違いなくお父上ですね。でもあなたのその性格が受け入れられなくて、母は別れざるを得なくなったと、なぜお認めになれないのです。ナディアからはいろいろと聞き知ったようだが、私とていつまでもこのままのつもりではない。現に私はあの死後を許し、背負いきれぬ恥を背負い込んだままお前とも相もした。そのためにそのマスクがいるのですか。そうだな。コスモバビロニア建設が完了するまでは、私はこのマスクは取らんと誓った。許せ。コスモバビロニア？何ですそれは。人類を永遠に生き延びさせるための我がロナ家千年の夢。夢？10年ぶりだ。おじい様もお前に会いたがっていらっしゃる。案内しよう。このフロンティア4にいらっしゃるのですか。今やこのコロニーはフロンティア4ではない。バビロン、コスモバビロンだ。お前を呼んだのはな、コスモバビロニアの建設が完了するまでお前に女王をやってもらいたいと思ってな。女王をやる？大衆というものは絶えずアイドルを要求するものだ。市政に出て苦労を知ったお前はアイドルになれる魅力がある。そんな大それたこと到底私にはできることではありません。いや、嬉しさでつい先を急いでしまった。許しておくれベラ。おじい様、
わがままをお許しください。こんな血の量ではここに座っていた人が死んだとは断定できないでしょう。ここでもかなりの戦闘が行われたようで、我が軍のモビルスーツ2機もやられております。それにまだ空気漏れも続いています。お早く。分かっています。シーブック、私どうしたらいいの？フロンティアサイドの連邦軍の艦艇は全てフロンティア2に追い込んだな。はい、でも撃退も時間の問題です。そうだが次はスペースコロニー内の掃除という難題がある。ホワイトソックス出ます。おう、ここまで来て死ぬなよ。当然でしょう。コロニー近くでメインエンジンを爆発させて撃破するんじゃない。このコロニーもコスモバビロニアの新天地になるものだからな。あのコロニー校舎の連中にも絶対に手を出すなよ。我々の敵は地球連邦軍だけだ。来るぞ。サイド隊長、連邦軍の船だ。どうしたんだ？貴様ら、ここは重力があるんだぞ。こんなこっちゃな。アームで踏ん張れ。はい。ったく、アメラ偉い。こんなこっちゃクロスボーンヴァンガードと戦う前にぶち殺されるぞ。お言葉ですが、退役将校殿、教官のパイロットは出て行ったきりだし、下士官も士官も対空戦闘に出たままで、我々だけでこの船をようやくフロンティア1に運び込んだのに。だからこの練習艦を抵抗派の拠点にしてやると言ってるんだ。敵はすぐに来る。 F91 も使えるようにしておけ。分かったな。どちらへ？抵抗派をここに招集する。ああ、出た。なんだ貴様たちは。逃げる暇があったらあのスペースアークに行って戦え。子供ばかりなんですよ。このボートを操れれば戦える。行け。こら、わしは下に降りるんだ。それよーし。よし。リア、手を離して。聞け。ありがとう。すまない。いや、ドロシーの手が早かったのさ。まぐれまぐれ。でもさ、こんなんで船は隠せんの？遠くから見れば岩とか木に見えるのさ。そっか。飯を食った後ここも閉じとけよ。中で仕事やってんだから光が漏れないようにな。ラントルース総長殿。はしゃぐな。子供のしつけぐらいちゃんとしろ。私の子じゃないよ。ごちそうさま。シルク、傷口が塞がったならもう釣らなくていいよ。ちょっと痛みあるけど。死にはしないんだからさ。レアリー艦長代理。よし、ついてんな。疲れもするさ。いきなり舵を取ってこのコロニーに入ったんだから。地球からだな。ああ、偉いさ、バーカンスをやってるよ。フロンティアサイドは新興の雑居コロニーでしょう。酔っ払い同士の喧嘩みたいなものですから、収まるまでは静観ですな。なんだと？それが公式見解なら。クロスボーンヴァンガードは冗談だってのか？
なあ、あの俺たちのコロニーの街並みってえらくクラシックなのなんだろうって思っていたけど、クロスボーンヴァンガードが来て分かったような気がしたんだ。どういうこと？連邦政府とかコロニー公社とかにさ、クロスボーンヴァンガードとグルになってる連中がいるんじゃないのかな。それ言えてるね。ああ、美人だ。お兄ちゃん、これモビルスーツを整備してるグルスさんに持って行ってやって。うん。夜食持ってきました。グルスさん、そこに置いておけ。地球からの放送聞きました？地球にいる連中はクロスボーンが地球に攻め込まないって知ってるんだよ。何です？整備マニュアルだよ。これがですか？ああ、 F91 はプロトタイプもいいとこだからな。一度出撃したら全部手直しなんだ。ワープロに手書きのマニュアルですか？ページも揃ってないしな。ノーマルで見せてください。なんだよ、これ母です。アノー博士が？ええ。バイオコンピューターの研究をしたいって言って家を出て行って、やっていたことが結局モビルスーツの開発の手伝いかよ。ここなんだ。ねえ、親子ならさ、ここでアノー博士が喋ってることの意味わかんないかな？そんな難しいことわかるわけないでしょ。妹には黙っていてください。そんなものがあるなんて。クロスボーンヴァンガードの大将ども、成長か迎賓館にいらったそこをやれ。その周辺には数千の避難民がキャンプしているはずです。その程度の被害で戦争が終わるなら安いものだ。電気は消しなさい。もう夜明けです。はい。足元の宇宙からの攻撃。異常ございません。ロナ家の近くにはいない方がいい。お母ちゃん。正面から街に出るんだ。こんなところじゃ連邦軍に狙い撃ちにされるぞ。カッカ。おじい様。まだ逃げ支度もせんとは遅いな、ベラ。このような攻撃ですから支度などしている間もないかもしれません。ですから時には運に身を任せるか。そうだな、人生には己の行く末をこのようにして占う時もある。次の閃光がこの足元から起こって私とお前の体を蒸発させてしまうかもしれん。その時は許しておくれ、ベラ。いえ、母がロナ家を出奔して以来こういうことには慣れております。そう言ってもらえるとほっとする。このコロニーに奇襲をかけた時でもクロスボーンヴァンガードに市民には一切手を出させなかった。なのに連邦の将兵はこれをやる。これが絶対民主主義にのっとった軍の実態だ。大義もなく目の前のちょっとした変化に負は雷動する。市民革命以後の結果ということですね。そうだ。大体人類が宇宙に住むようになったのは地球の自然を破壊したツケを支払うためのものだった。がこうしてスペースコロニーの生活が日常になるとまた人は地球に戻り始めてしまった。それも連邦政府の偉い人々だけで、一般人が地球に戻ることは許されてはいない。寒くはないか？はい。静かになったようですね。ああ、お前の父カロッゾが鍛えたクロスボーンヴァンガードは大したものだよ。その父の。しかし地球の再生には莫大な時間が必要になってしまった。人類はもう未来永劫この宇宙を住処にしなければならんのだよ。はい。にもかかわらず地球に戻った連中は
宇宙に残った人々を捨てる帰民政策を実施してしたし。でもおじい様のおっしゃる貴族主義でも差別は生まれるのでしょう。高貴なものが持たねばならぬ義務というものがあってな。はい。例えば戦場でも一般庶民たちは怖いと言って逃げ出してもいいが、達東規模の貴族は血を流すことを恐れてはならず先陣に立たなければならない。人は平等ではない。人権は平等だが同じ人間は2人といないのだ。そして何よりも人類と世界を治めるのは自らの血を流すことを恐れない高貴な者が司るべきなのだよ。そのようなお話、幼い頃私にいっぱいしてくださいましたね。でもその主義に押しつぶされたのが母でした。私がナディアに厳格すぎたのだ。それであれは貴族の下道に走ってしまった。私はその母の娘です。ほら、足場をちゃんと見ないからな。この霧の中で甲板を傾けたままにしてんのは誰だよ。なんでヘビガンなんだ。モビルスーツがゴロゴロ余ってるわけがない。実弾で遊ぶんじゃない。自分の起こした不始末は自分で片付けな。あんなのはさっさとキャンプ地送りですよ。そのつもりだ。ミンミ頼むぞ。はい。リア、ミルク急いでよ。赤ん坊なんて。わかっとる。リーズちゃん、わかったかね。あんたって人は妹には母のことは教えないようにって頼んでおいたでしょ。個人的な感情の問題は戦争が終わってからしましょう。あなたはせっかく母親のことを忘れられるようになった子供の気持ちがどんなものか。コズモ、ひどいよ。こんなことをするんならお母さんの言ったことを教えてやらないから。何、あの暗号が分かったのか。あんなの暗号でも何でもないわ。リズ、心配しないでお兄ちゃん。私だってお母ちゃんがどういう人か少しは分かるようになったわ。そうかい。お母ちゃんは決してお父さんや私たちを嫌いになったって理由で家を出て行ったんじゃないのよ。グルスさんに見せてもらったビデオでそれがよく分かったの。すごいんだな。大人ってしなければならないことがいっぱいあるのよ。いやリズちゃん、分かったんだって。あの8かけ開いて吊り橋になるって暗号。暗号じゃないんだってば。ほら、あやとり。あやとりの不調だったのか。 F91 の例の配線のことか。お母さんこれが得意だったのよ。ほら、8かけの吊り橋。これだ。上の面がハードコンピューターのパネル面で、下に行く配線がバイオコンピューターのパラレル回線になるやつか。そうだそうですよ。いやさすが家族だよ。これで F91 は使えるな。パイロットは大佐の抵抗派の中にいるんだろうな。工学部の生徒がおる。お前らの誰かがやれ。正気ですか。海賊のようなクロスボーンヴァンガードにコロニーを一つめちゃめちゃにされたんだぞ。妹が殺され冷たい宇宙に放り出されたくなければパイロットをやれ。戦う必然がありません。命令だ。いいな。はいそうですかと。モビルスーツが操縦できますか。乗せられんなよ。はい。もっともあんたのおふくろさんが設計したバイオコンピューターだ。うまくフィットするかもしれねえ。君がニュータイプならだ。ニュータイプって？パイロット特性がある人のことだよ。本当に大丈夫なんだな。嬉しかったよ。ビデオでお母ちゃん見た時前のまんまであやとりの話だったんだもん。そうか。このモビルスーツお母ちゃんが触っていたんだな。ああそうなんだ。お見事です。基本動作はすでに習得なさっていらっしゃる。私の腕ではなくモビルスーツとはとても柔らかいマシンだと感じました。そう感じていただければ
本物です。そんなうまくいくわけないだろ。訓練生一人のためにこっちの出撃が10分遅れですか？何者なんです？ロナ家の直系の女なんだろう。ドレル殿は昨夜から見えないが。フロンティア1で作戦中です。今日の偵察は遠いぞ。ザビーネ隊が直接面倒を見なければならない訓練生なんて。急げよ。はい。連邦軍の抵抗派も素早いな。フロンティア1が資源コロニーで我々が破壊しないことを知ってるということか。よし、ここを直進すればフロンティア1のコロニー内へ入れるはずだ。しかし今日の作戦はこの行動の制圧だけであります。分かっている。余力があるならば次の作戦のための偵察はすべきだ。御曹司、命令案です。中の総統はバビロニア宣言の後にするというのが。うるさい。従う者だけ来ればよい。内壁を開けろ。はい、左に戻して。船体は頑丈じゃないの。分かってるな。分かっています。出迎えの俺たちがいるってのに。コズモは、気をつけな。コズモは私たちのこと知ってんだろ。奴が水先案内人なんだ。あの船にもフロンティア4の避難民の子供たちが乗っているのでしょうか。どこのグループなんだい？リッチモンドです。スペースアークだってあそこから逃げてきたんだから、そりゃいるわね。オーライオーライ、はい、止まって。グルス、これも戦力になるんでしょ。そのつもりです。あら、口がついてんの。マスク閉じて。何？昔こんな顔のモビルスーツがあったわね。どれどれ？ね。あ、ほら、ガンダムって言ったわね。グルス、これガンダム F91 ってコードにしようよ。ねえ、この子どこの子？あ、シーブック？スペースボートの子に何させてんです？何って。誰かがやるしかないじゃないですか。この頃にあったサナリの F91 の開発チームは逃げちゃったんでしょ。彼はアノ博士のご子息だからやれるんじゃないの。母なんて関係ないでしょ。艦長代行、至急ブリッジに上がってください。シーブック、はい、メインスイッチ入れられるな。はい、やってくれ。はい。動くのか。ドワイト、早く飛べて。ベルトも。はい。子供にも手伝わせているのか。エリルム夫人、薬は運ばせてるよ。モビルスーツは調達できなかったんですか？ここはもう戦場なんだぞ。すみまあれで抵抗運動しようってんだからな。なんで見取り図がないんです。俺働いてんだぞ。私も働いてんの。よこせ。あ、僕だって皿洗いやってる。俺食うわ。ありますよ。そうですね。ありがとうございます。すまない。なんだい？セシリーを探してるんだってさ。セシリーを？第4班は上部デッキに集合だ。セシリーは確か母親が行方不明だとか言っていたけど。敵接近、モビルスーツゼロ。敵をスペースアークに接近させる。リーズとコチンは？スペースボードの中でしょ。お前ら邪魔しに来たのか。ビルギット機出させます。ビルゲットさんが？うわー、ダメだ。なんで？スペースアークに人が集まりすぎた。ガンダムを出せ。この F91 で踊りをやるんですか？バカ。ボタ山と木を盾にして逃げるだけでいいんだ。行けよ。どけよ。俺が行く。ダメだ。なんでだよ。お前が行けば
アーサーみたいになっちまうぞ。僕が行く。なんでだよ。お前は死に急いでるみたいなんだよ。お前だって逃げ回りゃ死にはしない。 F91 ガンダムはシーブックアローで行きます。右と24番機ゼロ。ガンダムを立たせられるな。そのつもりです。やってみろ。動きました。やってますよね。このまま立てばいいんだ。動いてよかったですね。ああ、リズちゃんのおかげだよ。パイロットスーツがないと体が固定しないか。必要どれ。一番上のやつだ。合うんですか。91用だ。調整は進んでる。何やってんの。直前になったらオートでやるんだよ。シーブックか。ベルゲットいつまで外に待たせるんだ。コスモ大佐。見ちゃおれんから。この式はわしが取る。お母ちゃんがこんなものを作っていたなんて。カタパルトに乗せろ。シーブックならできる。お兄ちゃんがやってるの。よーし、ガンダムを出すぞ。機械室。ハンモは死んだ。今出たら見つかります。このままでも標的になる。こんなコロニーを制圧するのは容易なものをなぜためらっているのだ。おじい様と父はこの程度。何キロ敵がいるんだよ。檻の中に巡洋艦が隠れている。こいつ落ちていく。ビルゲットさんが。F91 やれるのか。なんとか。おお、やれた。パイロットが死んだ。死んだか。ろくな戦力などないはずなのに3機が撃墜されて2機が損傷しただと。傲慢がほころびを生むというのか。私だって信じられなかったんだよ。真面目なパン屋だと思ってたのにさ。売国度だったんだよ、シオは。迎賓館近くに引っ越してロナ家に尻尾を振ってるんだからね。あ、セシリーは。あんなロナ家の女。ロナ家の女、どういうんだ。早くしてくれよ。もうちっとですから。センサーテストするぞ。コードをつないでくれ。ほら、その下のプラグだ。あ、はい、行きますよ。おーし。一人では生きられないし、覚悟もつかないし。やはりセシリー。シーブック、あなた生きていたのね。みんなが心配している。迎えに来たんだよ。迎えって。どちらで。さあ、なんで今頃来たの。もう遅いのよ。遅いって。今さら。どういう手合いか。助かりました。お切りになったか。はい。無事でよかった。どうしたその紙は。はい、ロナ家のものに徹するには
まだ修行が必要と思い髪を切りました。そしてこれが伸びた暁にはコスモバビロニアを継ぐ身でありたいと思いまして。そうか、その決意の折に傍観か。物取りかと。だからこそ連邦の政治を正さなければならないと思い知りました。そうか、新時代のアイドルになってくれるか。9世紀1世紀を経た今日、地球連邦政府の高官たちは再び地球を汚染して人類にとって唯一の宝をおります。捕らえられないものか、なんとか頼みます。はっ。クロスボーン・ヴァンガードはそのための先兵にしか過ぎず、この最低になったコロニーに捨てられたように住まわされた皆さんの力によって地球圏全体を守っていかなければならないのです。なんだ、そこに聞きたい奴がいるんだ。我らと意見をことにする者たちを、私を殺しに来るのはいい。私は逃げも隠れもしない。いいぞデッカメだと地球連邦政府。じゃあ政治家を地球に下ろすために敵払ってんじゃねえ。セシリ、軍事力を持って出てきた者は武力制圧しか考えないということ、なぜわからないんだ。実質的には何一つ変わっていないのに変革が始まったとさ。シーブック君、考え方が違うってわけじゃ。見つけたぞ。前に進めよ。乗って行けよ。アンナマリー隊ジョージア通りブロック5に急行。ガンダムモビルスーツなのか。ああ、ここで抵抗運動するなんて無茶だよ。たった一機の所属不明機、アンナマリに追跡させて抵抗派の拠点を探らせろ。新型だったらなおのことだ。了解。リズも待ってるんだよ。もう少しだけ頑張ってくれよ。大丈夫だ。お前はモニカのことでは誤解しているようだが。おふくろのこと？してないよ。リーズが父離れをした頃からモニカはヒステリー気味になってな。私はモニカを愛してはいたが、彼女の仕事も愛していた。でもこんな兵器の開発のためじゃなかったんだろ。バイオコンピューターの開発は個人レベルではできんよ。でも父さんは合金の研究が軍に利用されるのが嫌になって溶接工になって子育てをした。悔しくはなかったのかい？私はお前とリーズをちゃんと育てた。ああ、ちゃんとな、育てたよ。父さん、父さん、父さんせっかく会えた時はこんなことになってしまって、なんでよお父ちゃん。リーズ、遺体は宇宙葬にするから。いやよ、ずっとそばにいる。おい、分かってるのか。これはお前の増長が招いた結果なんだぞ。ガンダムが操縦できるからって一人で出かけなけりゃ親父さんが死ぬことなんかなかったんだ。昔さ、ニュータイプってモビルスーツに関してはスペシャリストがいたよな。そういうのって大概個人的には不幸だったんだよな。よしなさいビルギット。ここはシーブックをどうするのかね。なんと軍属ならば禁錮刑とかってケースですがね。あの連中にかかったらどうですか。正規兵を連れてきたわ。おお、これがガンダムか。戦争屋が。第三軍のバルド注意。おお、もう艦長代行などとは言っておれんぞ。練習艦といえどもクロスボーンの殲滅戦に参加してもらう。
正規のクルーが一人もいないのですよ。給料取りだけの軍人よりもここに踏みとどまっている諸君たちの方がよほど実践的だ。ガンダムで偵察に出たってのは貴様か？いや。おお、君か。コズモ元大佐、彼は素人です。無理です。クロスボーンはこのコロニーの人間を皆殺しにするつもりなんだぞ。そんな噂、あんたたちのでっち上げなんじゃないんですか？クロスボーンはコスモ・バビロニアの人的資源は必要としてるが、地球と月を汚染する過剰人口は相当すると言ってんだよ。このコロニーの人間は皆殺しにされるんだよ。ガスを使うのか？人間だけを殺すマシーンがあるって情報だ。セシリーが皆殺しの手伝いをするのか？そんなことないよな。父さん、僕どうすればいいんだ？お名前をどうぞ。シオ・フェアチャイルド。カロッゾ様は執務室かな？今は作戦会議中だ。そうか、待たせてもらうよ。本当に会うつもりなのか、ナディア？セシリをあなたに預けたのはおじい様や前の夫の目をくらますためでした。分かっているよ。私が告げ口をしたのではない。見つけられてしまったのだということは分かってくれ。はい。ロナ家のそばに住むのも楽ではないんだ。カロッゾだ。気負うではないぞ、ベラ。はい、ベラ。セシリ。今はまずい。下がれ、ナディアである。セシリ、家に帰りましょう。各自は官邸へ。あなたがカロッゾであってもこの子を渡すわけには参りません。私がこんなものを被らざるを得なくなったのもお前のおかげだったと知っていればそんなことは言えんはずだ。加害者が被害者ぶるのはおやめください。おじい様がいらっしゃりながらなぜここまで来てしまわれたのです？高貴な生まれも考えずに感情だけに走る女なぞ我が娘ではない。ベラの未来はベラ自身に選ばせればよい。まだそういう年ではないでしょう。お母様、作戦終了後にゆっくりお話し合いをさせてください。セシリ、お前はベラ・ロナではない。いいえ、私はビギナギナのパイロットベラ・ロナです。お母様のおっしゃる自由は逃げ回るための口実にしか聞こえません。それは違います。ナディア、人が旧来の感情の動物では地球圏そのものを食い尽くすところまで来ているのだ。なぜそれがわからん？あなたはそれを素顔で言う勇気がなかったでしょう。私も感情を持つ人間だ。素顔であれば今お前を殴り殺していたかもしれん。それを抑えるためのマスクなのだ。人類は過ほどに情念を抑えなければならない時代なのだよ。しばし休みおじい様と和解してくれると嬉しい。シオ、人殺し！ああ、何を！諸君ら3方面の偵察終了の合図をもってモビルスーツ隊の発進になる。行くぞ！はっ。この作戦でフロンティア1を制圧すれば遊んで暮らせるってわけか。地球掃討作戦があるんだよ。再度テスト。すぐに行くよ。はい、頼むぞ。はっ。ザビーネ様。アンナマリー、思った以上の敵の数のようだ。偵察にはくれぐれも気をつけてな。ザビーネ様こそ先方でいらっしゃって。あ、つま先をハッチに引っ掛けて。すまない。ベラローナ様も出撃なさるのですか？足手まといかもしれませんがザビーネが面倒を見てくれると言いますので。お気をつけて。先発いたしますので。頼む、水先案内人。
でも妙ですね。あなたほどの人がこのザムスガルの全てを知らないとは。艦長だって知りはしません。そういうものです。そう。この船をフロンティア1の隕石側に接岸させて共闘補にする。今回の作戦、それだけのものですか？は？父とはいえカロッツォにはどこか信頼が置けないのです。何か別のことを考えているように思えて。ジレは鉄仮面寄りですから、彼の言動に気をつけていればバグのような暗号の意味も分かりましょうな。バグ？組織の全てを知ることは難しいという例えですよ。ロナ家のこと軽蔑しているのでしょ？自分はクロスボーンの剣軍には協力しました。マイッツァー、鉄仮面両氏が市場と理念をごっちゃにすることがないのは知っていますし、自分もそうであります。アンナマリー偵察部隊出るぞ。よい。これもね。ありがとう、リア。お兄ちゃんがすぐに家に帰れるって言っていたから、もう少し待っててね。どうなんだ。ロナ家にセシリーが入っているなら彼女は絶対に口添えしてくれるよ。シーブック。そりゃこの F91 を持っていけば俺たちぐらいバビロニアの市民にしてくれるだろうさ。でもドワイトはそれでも軍人の子供か？ドロシーやサムもアズマも賛成なんだぜ。レアリー艦長代行だってここから脱出することを考えているんだ。セシリに会いたいからそんなことを言ってんだろ。いけないかよ。もう戦闘態勢だろう。ニュータイプもパイロットスーツに着替えんか。誰がニュータイプなんですか？貴様がやるんだよ。お前の妹やチビたちが死んでもいいのか。このジジイが。もうちょっと右。面かじだって分かってるわい。あんなのがここのベースになるのかよ。ひよっこどもだろ。俺たちが着陸しやすいようにしてやったのによ。やったー、私は偉い。これで下からの攻撃には心配しないで済むってわけね。そう、ボタン山の上だからね。ケン、ビルキットとシーブックに周囲の偵察を。お、脱出経路のチェックね。艦長代行、ビルキット、甲板を開けろ。敵のモビルスーツを収容する。やってますよ。ビルキット24出るぜ。いいパイロットじゃないか。命令系統は第3軍か35軍からにしてもらいたいですね。連中はコロニーの外の守りで手一杯なんだよ。シーブック、ガンダム F91 出ます。入れ込みすぎんなよ。おい、いいの？なんだと？新型だぜ。あれで使えんのかよ。シーブック、大丈夫か？半分は芝居です。あ？話があるって言っていたんじゃないんですか？おう、これは直接回線で盗聴されないから言うんだがな。はい。俺は港口の方にスペースアークの脱出経路を調べに行く。ああ、はい。貴様はここの地形を頭に叩き込んどけ。はい。このバイオセンサーは僕のバイオリズムと合っているかな。やはり母さんの。何？ぶち殺すぞ。どけ！でかくって軍隊の飯を食っている方が偉いのかよ。このザムスガルをフロンティア1の鉱山部分に接現させバグを目覚めさせれば全てこの作戦は完了である。今回のテストが良好であれば月と地球の人類を抹殺すると。そのためのテスト上である。コロニーの本体を損傷することはまかりならんと再度命令せい。空気撃開始。各員登場。ザビーネ、いろいろ気を使ってくれてありがとう。いえ、このビギナギナがデナン家よりも扱いやすいとおっしゃる。ベラロナ様は真のニュータイプでいらっしゃるようですな。人をおだてて初陣の私を一人にしないでくださいね。我が黒の戦隊が周囲からお守りいたします。では。モビルスーツ部隊順次発進。
メル大隊は途中の妨害を無視して隕石側へ直進する。我のフラッグに続け。ではお先に。どうぞ。飛べてしまう。シャル家の紋章。すぐにも変態が組めると。あるがままを見ただけでそのものの本質を洞察できるのがニュータイプというのを信じたくなった。連邦の援軍を阻止すればザビーネごときには負けはせぬ。1週間早く寝返ってくれればデータ転換も楽だったのにさ。これだな。ああ、クロスボーンヴァンガードのデータからだから正確だ。アンナマリーがリズの祭壇の片付けを手伝っているのか。ああ、チビたちが懐いちゃってな。なんだよこのペイントは。アンナマリーは戦うつもりなのか。コズミックは大喜びさ。すみません、どういたしまして。彼女かなりの人のはずなのになんで寝返ったんだ。サム、アズマ、早く済ましてくれ。もうここだけでしょ。当院第一戦闘配置で待機。いつでも脱出できるようにな。ああ。38戦隊は隕石をあり回る。クロスボーンはこっちに取り付くらしい。バルーン射出。艦砲射撃終了後3分してモビルスーツ発進。はっ、レーザー解析入りました。第二射程内に敵へ入ります。どうぞ。海賊ごときにフロンティアサイドを好きにさせるなよ。各艦一斉じゃ。て敵の防衛線の北に出るぞ。続け。始まった。ベラロナ様。はい。ドレル大隊が撃ち漏らした敵機を掃除します。ベラ様は気遅れている味方機があれば叱ってやってください。勉強させてもらいます、ザビーネ。艦艇に牽制攻撃。サムとアズマはスペースアークで対空戦闘をやるって張り切ってるんだよね。あれこっちは変に赤い顔してる。ダメだよ、空気が入っていない。なんだ余分なことやって。わざとじゃないよ。リアだってちゃんとやってるでしょ。よしよし。みんな座って。スペースアークが動いている。始まるの？ドワイト君。はい、レアリー艦長代行。君たちはモビルスーツ発進後コロニーの太陽側の港口に移動しなさい。敵は鉱山の方にいるから逃げられるはずです。どうぞ出てください。さあ行っとくれ。シーブックとアンナマリーさんは俺の左右につけばいい。コロニーの中で敵ますか。私は外で戦います。バカ言っちゃいけない。敵は鉱山側の我が防衛線を突破したらしい。ユニットオーサー F91 ガンダムシーブック行きます。連邦も小型で強力なモビルスーツを開発していたか。いいんですか、アンナマリーさん。鉱山側にクロスボーンの先鋒が取り付きましたよ。成り上がりの私がロナ家の女に勝てるわけがない。何かアンナマリー出させてもらいます。出した方が面倒がなくていい。そうか。アンナマリー出てください。ありがとうレアリー艦長代行。こ
F91 がまだ飛んでる。このサナリに来たって予備の部品などないのに。スペースアークに逃げ込んだ子供たちにどうしたら会えるのかしら。あれはスペースボート。情報を提供してくれた女が裏切るとは思えないけどな。シブク、俺の前に出るんじゃないって言ったろ。彼女放っておけませんよ。鉱山だ。地上の子供隊をもっと前に出させるか。ああ、これじゃここも占領されるぞ。コロに制圧部隊が入ってくる。うかつに出るな。なんだ。おい、どうなったんだ。連中は早い。この大型ジャガンタイプじゃダメだ。そうなのか。ビルゲッツさん、早い。ビームライフルではダメか。強力すぎる。シーブック、よくやった。偶然ですよ。いや、火力と機動力だ。俺が牽制するから貴様が落とせ。そんな。アンナマリ。ダニールスター正気かい。敵地に入って止まる奴がいるか。アンナマリ。来たなザビーヌ。ノコノコとベラロナを連れて。そんなに家の名前が欲しいのか。味方機のコードに惑わされた。ビームサーベルで私を撃つことにこだわるのか。アンナマリー。見込んだだけのことはあるが。一緒に死ねー。でっち上げの名前をいただいて人類の粛清などと。共に死ねばお前の口惜しさは消えるのか。アンナマリ、離れろ。感情を処理できん人類はゴミだと教えたはずだがな。ザビーン、どういうことか。ご覧の通りです。部下の裏切りは自分の汚名であります。お許しください。そうなのか。後衛は前へ、ザビーネは後ろへ。いけません、ベラロナ様。モブルス、ベラ機から目を離すな。アンのケアに消えた。やられたのか。ビリギット、抵抗するんじゃない。行っちゃえよ。ほれ見ろ。シーブック、すまない。来たよ。狙うなよ。前に撃てばいい。やった。やるぞ。3、2、1、ファイヤー。いいぞ。仕事を増やすんじゃない。よくもくぐり抜けられた。敵。肌正面に3機。スペースアークか。
なんでこんなところに来るんだよ。コロニーの中じゃむやみに撃てないってのに。モビルスーツをコロニーの中で使うなんて。コロニーの中に14艦か。やるなそれ。ブリッジ、地方のビームは絞りすぎています。当たれ当たれ。逃げられた。この隙に180度回答やってます。ケン、ビルギットとシーブックに交代命令。了解。それで帰れるはずだ。出てけよ。まだいる。早い。データがない機体。しまった。こんなところにのこのこ来るから重心がぶれて。デガ様！やれた。その息遣い、シーブックでしょ。シーブックよね、シーブック。セシリー、セシリー。接触回線聞こえるわ。シーブック、本当にそれを操縦してるのね。セシリーこそその白いモビルスーツを。どうしてさ。セシリー、こうなっちゃったのよ。こうできちゃったのよ。どうしたらいい？どうしたらって。セシリーは髪を切ってロナ家に戻るつもりだったんだろ。違うわ。あなたたちがみんないなくなったから、他にしようがないって思えたから。そうだったのか。私はまだセシリー・フェアチャイルドよ。また見慣れないモビルスーツよ。成り行きだけではないことは認めますけど、私だってあの家にはいられないわ。仕掛けたのはそっちなんだよ。そのためにフロンティア4では虐殺が行われた。やっぱりセシリーか。ここのクルーだってみんな死んじまって、素人が軍艦を動かしているんだぞ。そういう体制をおじい様は直したかったのです。今は一個なしじゃないセシリ。みんな巻き込まれちゃったんだよ。俺だって鉄器は落とした。おあいこだよ。冗談じゃない。クロスボーンにもニュータイプがいるならここでぶちのめしておかないと。ビルギット、艦長代行。あなたに関してはいろいろ事情が複雑なようね。ですが本当の敵は何かってことを見てきたつもりです。そう。グルスさん、彼女が使っていたモビルスーツは使えるんですか？ガンダムのガタつきの方がよほど深刻だよ。こっちはここの蓋をつけるだけでいい。税金の修理を急いでください。何考えてんです代行は。無茶を承知でここまで来たんです。けどこれ以上の偶然には期待できないでしょ。逃げるためには何でも利用しないとね。そりゃまあ、この太陽側の外の戦闘だってどうなってるかよ。そうだよな。スペースボートこっちに入れます。ナントさん。はい、係留させます。頼みます。ここはさ軍艦じゃないんだから、セシリーもいてもいいんだぜ。ありがとう。一番前だ、前。セシリー、どうした？いいんだよ。セシリーはここにいてもいいんだ。開けろ。おい、
すみません。他のはダメだ。こいつ離せ。サナリーのスタッフは全員月へ行ったんじゃないんですか？ここも撤退命令が出ているんです。 F91 はここで戦ってるんですよ。知りません。スペースアークもここの港に入ったのに。ここは閉鎖中です。頼みます。お気をつけて。いいからボートの全部を使え。黒の部隊が全滅したというの？噂は噂だ。他に言うんじゃない。本当らしい。ザビーネもやられたらしい。成り上がりがいいざまだ。たった一機の敵がやったって言うんですよ。手柄を上げるチャンスが来たんだよ。この発電所また連邦に取られちゃうんですか？どうだ？ザムスガルに送電開始です。俺たちが警戒しているのが信用できないのか？旧式とはいえ短時間に強大な電力を手に入れるには核融合発電が必要なのはわかるが、なぜザムスガルにこれがいるのか。関係があるものといえばバグという暗号名しか思いつかない。ザビーネシャルであります。カタパルトデッキが閉鎖されています。修理と補給はどうすればよろしいか？本艦は鉄仮面直々の指揮で特殊任務を実施中である。補給修理は別艦で実施されたい。全モビルスーツ隊は残敵を相当しこのザムスガルを守ればよい。ベラのベギなき名もいないか。魔戦士ならばあの老人も納得しよう。ジレ、太陽側の攻防戦はバグが稼働するまでに終結できるのか？それは心配しておりません。少しずつでも世界をさっぱりさせんとな。よくやってくれたわね、リーズ。ありがとう。リーズ。コロニーにいたんならなんでもっと早く来てくれなかったの？一度は月に行くつもりで船に乗ってから戻ったでしょ。お父さんがかわいそうよ。お兄ちゃんが連れてきたから父さんは一人じゃなかったけど。ごめんなさい、本当に。私だって父さんからちゃんとお許しをいただいて働きに出たのよ。違うわね。仕事が面白かったのよ。それでごめんね。触らないで。あなたがガンダムなんか作っちゃうからお兄ちゃんまで死にそうになっちゃったじゃない。どういうことなの？ご子息はニュータイプかもしれません。良い感度をお持ちです。あの子が？ええ、これですでに確々たる戦果を上げています。戦争をやっているのよ。ガンダムだってガタガタなのよ。あの子は？今は休んでいます。死んだみたいに寝ているわ。かわいそうよ。まだ戦力は必要です。コントロール系のチェックだけでも手伝っていただければ助かります。自分の子が兵器を扱うなんて、こんなことのために F91 の開発に協力したんじゃありません。じゃあ何ですか、奥さん。お子さん以外の者が戦って死ぬのは構わないとおっしゃるんですか？それも違います。違うんですって。ここのみんなはこの変な戦争から逃げたいの。でもここから外に出るのも怖いのよ。じゃあ私は何をやったらいいの、リーズ。教えてちょうだい。戦争は怖いしひどいしいけないんだよ。そうよ。そのために母さんはバイオコンピューターをいいことに使うために。母さん、大人の理屈はいいよ。今はモビルスーツの整備が第一なんだ。そうしておかないとみんなが死んじまう。シーブック大きくなったでしょ、リズも僕も。僕やセシリーがなんでモビルスーツを扱えるようになったか、そんなことは戦争が終わってから考えましょうよ。でもニュータイプって人類の革新、戦争など超えられるっていう説もありますよね。もしそうなら僕らを糸口にして人類全体がニュータイプになる方法を考えるのも悪くないんじゃないですか？ええ、だから今は生き延びなければならない。死んでから考えたりやり直しをするっていうのは難しいでしょう、父さん。分かったわ。父さんの分も手伝わせてもらうわ。ありがとう、母さん。嬉しいわ、シーブック。リーズ。
島はだいぶ遠くなったね。出たらすぐに月の方にコースを変えれば。大丈夫よ。そっちのハチも開いちゃダメだ。我々が進路を塞いでいたら邪魔だろ。機銃座の方は外と同じなんですよ。皆さんはガンルームとか船の中央に移動してくださいよ。どこのハッチを使えばいいの？ハッチが船の中央。子供もいるんですよ。ダメです。ここ危ないの。なんで民間人を乗せちゃったんです？全員で忙しくって気がついたらこうなっていたんでしょ。船に赤十字のマーク書くのモビルスーツにやらせれば簡単ですよ。そりゃいい。モビルスーツはどうする？マークを書いたら捨てるんです。これで本当に難民船か病院船じゃないですか。そうもいかないみたいです。フロンティア1の中でまた戦闘が再開したみたいです。そっちはどう？はい、コズモ隊が全滅しそうだと。本当か？回線回します。得体は知らんもんだ。救援頼む。進路を月に向けます。脱出コースに乗り進もう。モビルスーツ発進用意。ミノフスキー粒子は戦闘濃度を維持。どうなさったのです？あなたまで出ることはないのよ。そんなことをしてもすぐに信じられないっしょ。そうおっしゃるのはわかります。でもこのビギナギナはクロスボーンの敵味方識別コードではまだ味方になっています。ですからお二人の援護はできるはずです。連邦軍からは狙い撃ちにされるわな。その時は私一人で済みますから。セシリーさん、私この船の方が何も言わずに私を受け入れてくださって嬉しかったんです。ビルギットさん、頼みますね。何をです？シーブックなら。あの娘さんは死ぬつもりです。いいじゃないですか。クロスボーンの女王になるかもしれなかった女なんでしょ。聞こえていたよ、母さん。母さんがそんな風に他人のことを心配するのを見たの初めてだ。そうかね。いいお嬢さんなんだよ。知ってるよ。初動は完璧です。増殖さえ予定通りならフロンティア1の300万人口の掃除は 2,3 日で完了です。このテストが良好なら直ちにバグを月と地球に降下させよう。誰の良心も痛めることがないいい作戦だった。機械による無作為の粛清。たかがコマがコロニーが壊れるの。モビルスーツじゃないな。なんだ？想像つかないわ。ごめんなさい。彼女を盾にするんだ。あれ？ビリギット！これがバグか。どういうマシンなんだ？知らないのよ。クロスボーンヴァンガードだって一つじゃないし。こんな凶暴なものが地上で使われていたら。待てよ、お前ら賞賛はあるのかよ。おじい様が作らせたの？あっ！ビリギット受かった。人間だけを殺す機械かよ。
無識のことでもっと動け。こいつらこいつら人間を皆殺しにするつもりよ。クロスボーンの艦隊が出したモビルスーツ部隊はダミーだったのか。おじい様、艦隊もザビーナだって知らないことよ。どういうこと。鉄仮面。一人のことか。そうなら鉄仮面をやるしかない。バグがいっぱいよ。どうするの。それは危険よ。それしかない。後ろか。もっとだ、もっともっと来い。どう見てもザムスガルの戦士部分だ。やったのか。ガルプラウが消滅しました。分かっている。調査をさせる。いや、私が調査しよう。ほう。家庭の問題だからな。ラフレシアを出すというのか。あれが本当にザムスガルだったか。ベラ機が狙撃しました。間違いありません。月の方に新しい味方識別信号が発生しています。これか。味方の色だ。こんなコードは今日まで見たことがないが、コンピューターには登録されていた。バグか。鉄仮面。ベラ機に仕掛けます。何。ベラ機の行動は妙です。このままでは。連邦軍の新型。ありえるな。老人がベラロナになどこだわるからこれだ。私の見間違いだった。ベラロナ機は暴反した。モビルスーツ1機といえども逃すなよ。各員それぞれに手柄を立てよ。第3軍は目的を達成できる。前方に連邦軍の月からの援軍を捕捉しました。なんだ、母艦がやられた。あっちに敵の艦隊がいるのか。来るぞ。なんだ。一人ではないのか。ベラ。
仮面をつけなければ何もできない男性、それが世直しを言うなんて。あんなことを計画した敵は怖いぞ。え、敵よ。月からの援軍は全滅したらしい。痛み分けだって思いたいけど。だからあの人を叩かなければならないのでしょ。そうだけど、あの光は僕には宇宙を乱すもののけに感じられる。間違いなく F91 とビギナだったんだな。スペースアークの望遠鏡で確認している。お兄ちゃん、まだ戦っているの？我々の逃げ道も確保するつもりなんだよ。右上の戦闘の火はまだ見えるな。はい。難民戦らしくできるのを待つ。あの博士、ご苦労様です。いえ、2機しか見えなかったんですって。はい。ビルギット機は応答なしです。そう。F91 とビギナーの飛行状態は正常以上に見えます。ごめんなさい、親バカ的な発言で。いえ、フロンティア1での働きから見ればそう思えますよ。シーブックは私たちに道を示してくれます。ガンダムと。ありがとう、艦長代行。来た。うかつだ、セシリ。あれもバグ？離れろ、セシリ。コロニーの残骸を盾にするんだ。セシリ、下がれ。でもあれは僕に任せりゃいい。来た。血縁は自分の手で断ち切る。よくも動く。ニュータイプとでも言うか。あそこがコックピット。やはりならばこの手で。ジーレ、あれがこの船から出たのは観測している。あれは何だ？ラフレシアだが、私は感知しているものではない。何？これが鉄仮面のやり方か？私は感知していないと言っている。セシリ！私の一存では決めかねるな。しかし鉄仮面の直属でなければ思うように働けないというのでは話が違う。ザビンでラフレシアの件、私も知らなければマイッツァーも知らないことだった。ザムスガルは鉄仮面が帰投するまでこの空域に待機。いいな。はっ。入りすぎだ。人が作ったものなら。鉄仮面。お前が私の近くに来たいらしいからこうしてやったが、つくづくお前は悪い子だ。大人のやることに疑いを持つのは良くないな。あなただって強化人間にされたからっておじい様に反逆をしています。でも少しでも人間らしさを残しているならば今すぐこんなことはやめなさい。人類の10分の9を抹殺しろと命令されればこうもなろう。機械がしゃべることか。セシリー！私は機械ではない。任務遂行のために英語を強化したものだ。脱出ポットも動かないの。怖かろう。
コントロールできる。しかも手足を使わずにコントロールできるこのマシンを使う私をナディアと同じように見下すとは、つくづく女というものは御しがたいな。そうさせたのは仮面を外せないあなたでしょう。まだ言うか。何？何機いるのだ敵は。セシリー！質量を持った残像だというのか。残像に攻撃をかけているのか。何？あれを使えているのか、セシリー。モビルスーツのエンジン一つぐらいでそこだ。そこか。なんと化け物か。そんなに大部隊のモビルスーツがいたのか。索敵急げ。はっ。セシリー、セシリー、どこに行っちまったんだよ。どこだよセシリー。こんなこっちゃ何やったって意味ないじゃないか。一機だけだと。この空域にはあの戦闘不能のモビルスーツしかいない。どういうことだ。セシリー、発光信号ぐらい見せろ。どこなんだ。おい、セシリ、ベラロナを探しているのか。それでラフレシアを倒せたか。ご苦労だったな。大丈夫か。艦長代行の応答を聞いてる。あの船に200人の難民を確認しました。よし、引き上げるぞ。しかし練習艦とはいえ軍艦です。我々もバグやラフレシアになるつもりか。しかしなら難民船一隻ぐらい見逃せよ。はあ、キャツの母艦かもしれんからな。何か。いや、いい。ドレル大隊と合流して凱旋するぞ。はっ。モビルスーツの編隊よ。月間の連邦軍の援軍を叩いた連中だぜ。もう少ししたら出してやるから。ほら、お月様が綺麗でしょ。シーブックはまだ生きているぜ。何を怒鳴ってるのシーブック。セシリーがどうしたって。ビギナギナはやられちまったんだろ。本当か。セシリーが一人だけ飛ばされた。本当なのね。見たのね、あなたが。ミノフスキー粒子が薄くなっていたって。こっちのレーダーはダメなんだよ。そっちとスペースアークのレーダーで見つけてくれよ。空はまだ完全にクリアじゃない。マシーンの破片だっていっぱい流れてんだぞ。だからってほっとけないでしょ。月に行かないんですか。漂流者を捜索する。総員360度監視。セシリーが生きたまま空に流れているの。静かにしてこっち。月があそこでフロンティア1があそこで太陽があそこ。
あの爆発からこっちに流れた。シーブック探せるわよ。お母ちゃん、サイコミとレーダーの座標を重ねることはできるはずよ。母さん、どういうこと？ F91 は脳波に反応するシステムがあるのは知ってるでしょ。少しは。それをセンサーにするのよ。どうやって？この熱感知のレベルを人間の放出する熱の波長に限定してフィルターを通して、それをレーダーディスプレイに接続する。これで知覚は数倍になるはずだけど、でもあなたの感性次第ね。要するに感じろってこと？そう。機械なんて使う人次第なのよ。さあ、どうなの？カメラだって半分以上死んでいるんだ。目の前の景色にとらわれていたら何も見えない、何も感じられないわ。でもダメだ、何も感じられないよ。甘ったれないで、心を静かにして気持ちを統一するの。意識は空にして空に漂っている命の鼓動だけに感覚を開くのよ。あなただけを求めている命が呼んでいるでしょ。動いたぞ。分かったの？無線は使わないで。シーブック、あなた以外誰があの子のことを思ってあげられるの？でも何も感じられないんだ。だったら引き寄せなさい。それができるのも人の命の力なのよ。引き寄せるったって。あの光はバーニアだ。何？どうしたの？感じられたの？セシリーを。違うんだ、あれ花なんだ。セシリーの花なんだよ。セシリーの花？セシリーに決まっているじゃないか。バーニャ一つじゃ無茶よ。まるで悲しみのかけらがセシリー、ガラス色の雪、明日を探す瞳さえも曇らせてゆく。セシリー、闇の彼方見知らぬ力に流されて心がどこかへシーブック。張り裂けそうな胸の奥で鼓動だけが確かに生きている。光る風の中
それがやっとわかる気がする